来週どこ行く？アンバー渓谷実装集全フィールド解説。ジャスパルと申します。さあ今週もやってまいりましょう。来週どこ行く？皆様ハロウィン2025はいかがでしたでしょうか？コメントではね、5日目時点まででバケッチェが一体も出てきてくれていないなんていう方もおりまして、昨年のミミッキュもなかなか出てきてくれなかった印象なので、大ピックアップとはというのをね、改めて考えさせられる、そんなハロウィンにもなっております。さて、そんなハロウィンが終われば、いよいよアンバー渓谷への道が切り開かれるということで、もうね、来週の選択肢多すぎる。めちゃくちゃいろんな可能性が思い浮かんでいるので、キャンペーンでも何でもないのに、全フィールド解説の形式で思いつく限りの今やっておきたいことだったりについてお話ししておこうと思います。今回はね、これがおすすめですみたいなのはほとんどないので、自分の状況に合わせて、そして感情に合わせてフィールドを選んでいきましょう。投稿時間が遅くなってしまっているかなと思いますので、絶望的に手抜き編集でアップされていることと思います。字幕もつけられなかったので YouTube の字幕を使用していただくとそれなりの精度で見られることと思います。何卒ご容赦いただけますと幸いです。それではね、まあまあのボリュームになってしまいました。今回早速参ります。ということで、全フィールド解説をやっていく前に、一旦来週何があるのか、そして再来週のアンバー登場キャンペーンについてざっくりおさらいしておきたいなと思います。何気にかなりたくさんあるんですよね。まず一番大きいトピックは、なんといっても来週木曜日11月6日15時にアンバー渓谷に行くことができるようになります。正確には寝顔の目標が新たに追加されて、寝顔図鑑450種を達成することによってアンバー渓谷での調査をネロリ博士から許可されるというような流れとなります。ってことで、この木曜日15時のタイミングで寝顔の目標が追加されます。これまで通りであればおそらく2つ450と510とかになるでしょうかね。また目標達成によってこれまで通りであれば鍋の容量をさらに拡張することができ、フィールドボーナスの上限も伸びることになるでしょう。鍋は最大81、フィールドボーナスは最大 90% とかになるかもしれませんね。最大 90% だとアンバーを 90% にするために18週間で、アンバー以外を 90% にするために最速で 3×6 フィールドで18週間で、1年は52週間なので残り16週間となると、36週経ったくらいでシアン EX 実装みたいになるでしょうかね。じゃあ若草 EX のフィールドボーナスはどうしましょうちょっとね、フィールドボーナスもりもりキャンペーンとかやってほしいところですね。これはまた別の機会のお話に。そして寝顔の目標以外にも新レシピが4つ追加されます。かぼちゃの追加レシピの時はかぼちゃを使ったと書かれていたんですが、この4種のレシピに関してはアボカドを使ったとは書かれていないので、アボカドなしのレシピもわずかに追加されるかもしれませんね。このレシピ追加によっておそらく来年2月のバレンタインまでの料理環境は一つ固まるんじゃないかなと思います。なのでかなり注目ですね。それにより一旦ずっしりかぼちゃの重要度みたいなところもある程度答えが見えてきますので、正直ね、新ポケモンの性能よりこっちが気になるまでありますかね。新レシピについては後日絶対に動画を出すかなと思います。そしてここでパルのワンポイントアドバイスです。特にアンバー渓谷開放前の方についてなんですが、もし今回のアップデートのタイミングで上限開放料理パワーアップ S レベル8の文言があった場合、かぼちゃがはちゃめちゃに重要になる可能性があります。アップデートの内容については月曜日か火曜日に告知があって、おそらく水曜日にメンテナンスとなるかなと思うので、これがあるかないかちょっとだけね、注目してみてください。新たなレシピが追加されるので、レベル8の追加もあっておかしくないんじゃないかなとは思ってるんですけど、これの内容次第ではゴールド以前の料理環境が変わりすぎてしまいかねないなと思っているので、ふんわり気に留めてみてください。ってことで、来週木曜日はアンバー実装寝顔の目標追加、新レシピ4種類追加で、おそらくアップデートは水曜日です。さあ、そんなアンバー追加前にもイベントがあるんですよね。来週の火水木曜日、グッドスリープデーが開催されます。いつものボーナススリープポイント、未発見寝顔の出現確率アップ、眠気パワーのボーナス、ピッピ族のピックアップがあるんですけれども、今回のグッドスリープデー、意外とフィールド選びに影響を与えそうな気がしております。っ
ってことで、まずね、スリープポイントのボーナスはハロウィンで枯渇しきったポケサブレなんかにとってもあったかいやつですね。これは普通に助かるやつ。そして未発見寝顔の出現確率アップ。例えばね、アンバーやゴールドが目前だよっていう場合にはこれを活かす選択肢も考えられますよね。ハロウィンで通常若草に行かれた方なんかはゴールドでバケッチャの星3寝顔を探しに行ってもいいかと思います。パンプ人の星3はね、なんかマスター10とかじゃないと出てこないとかなんとかって感じらしいので、さすがに無理すぎないそして木曜日だけはアンバー渓谷でも未発見寝顔確率アップを使うことができますので、いきなり新ポケモンに出会えるチャンスかもしれません。闇鍋はないのでスヤスヤの時点で絶対に出てきてくれませんし、トープでもナックラーは出現するので、アンバー行く方はこれが活かせたら嬉しいねくらいでしょうかね。未発見寝顔確率アップも結構活かせそうだなと思います。そして眠気パワーのボーナス、今回満月が水曜日となっているので水曜日 2.5 倍となります。例えばね、シアンの砂浜で今最終枠になっているらしいカモネギの星3を狙ったりするのにも活かせるかもしれませんね。カモネギもね、マスター10での登場となるらしいんですけど、星3寝顔ゴールドと違ってね、シアンマスター10であれば74万エナジーくらいでいけるみたいなので、まったり過ごしていてもそれなりに現実的にいけるんじゃないかなとは思います。ただもしかすると水曜日のアップデートでラグラージが最終枠に置き換わってしまう可能性もあるかなとは思うので、信頼しすぎにはご注意ください。そしてグッドスリープで最後にピッピ族のピックアップということで、今回は睡眠タイプごちゃ混ぜがありませんので、来週厳選を目的にする場合はウトウトタイプを狙うとピッピたちを避けられるかなと思います。ふんわり気にしてみてください。ってことで、火水木曜日はグッドスリープで、特に未発見寝顔の確率アップに期待したいところですね。ちなみに先日の寝顔発見ウィーク×グッドスリープデーの3日間でも私はネイティの未発見寝顔が見つけられませんでした。そんなもんだとは思っておきましょう。さあ、もうすでに盛りだくさんになってきましたが、再来週のアンバー登場キャンペーンにも軽く触れておきたいなと思います。アンバー渓谷登場キャンペーン、再来週11月10日月曜日から2週間連続で開催されるキャンペーンとなっていて、通常の若草本島とアンバー渓谷の2フィールドでのみ開催されます。ナックラー、達兵衛、石住まいが通常若草にも限定で出現してくれて小ピックアップ、そして睡眠タイプごちゃ混ぜ、さらにはミッションで彼らのお香もゲットできたりしますという感じのかなりシンプルなキャンペーンとなっていますね。公式からアンバー渓谷の方が新ポケモンの出現確率は高くなってますよと言われておりますので、アンバーが開放できている方はさすがにアンバーに行くのがおすすめかなと思います。昨年のゴールドキャンペーンの際はミッションでマスター1に到達するというものがありましたし、フィールドボーナス 0% のアンバーでポケモン8体ラインを目指すのもなかなか大変かと思いますので、基本的に来週はアンバーキャンペーンに向けての準備をするっていうのがメインになってくるかなと思います。なのでね、来週はまるっとお手伝いブーストを貯めながら過ごすとかもありなんじゃないかなと思います。コメントではね、以前来週木曜日にアンバーに移動してそこでお手部を開放しますっていう方もいらっしゃったんですけど、多くの方にとってはアンバーキャンペーンが始まるまで待った方が効率はいいかなと思います。ただしね、初週マスターさんを目指してすでにごっつりお手部貯めてきたよみたいな方にとっては効率がどうこうとかの話ではないかと思いますので、ぜひね、どっちが正しいかではなくどっちが楽しいかで決めることをお勧めしたいなと思います。で、その場合にもちょっとした注意点があるんですよね。確かマスターさんのお香ってミッションを達成してしまうとフィールドを移動してもそのお香のままに固定されてしまうと記憶しているので、アンバーに移動するまで意図的にマスターさんにならないように気をつける必要があります。なので、若草 EX に行くとかゴールドに行くとかね、ちょっとそちらだけご注意ください。ということで、来週はアンバー追加でありながらグッドスリープデーも活かしつつ、しかしながらメインでやっておきたいことはアンバー渓谷登場キャンペーンに向けた準備っていう、これのどれに重きを置いてね、フォーカスしていくのかっていう1週間になるんじゃないかなと思います。ってことで、すでにだいぶ盛りだくさんなんですけれども、これらを踏まえて全フィールド解説に移っていきたいなと思います。ぜひね、皆さんにちょうどいいフィールドを探してみてください。
で、いつもであれば全フィールド解説、若草本島から順番にやっているんですが、今回はアンバー渓谷から先に行いたいと思います。木曜日の最速アンバーについてですね。ってことで、木曜日の最速アンバーのメリットは、木曜日のみグッドスリープデーの未発見寝顔の出現確率アップが使えるくらいかなと思いますあとはね、お祭り感があるとかですかね。メリットらしいメリットってね、ぶっちゃけそんなにないんですよね。で、デメリットはもちろん、移動するまでに稼いだエナジーが無駄になってしまうっていうことですね。特に夢のかけらにとってはそれなりに痛手となるんじゃないかなと思います。ただしね、最初からアンバーキャンペーンに向けてまったり食材を集めたりとか、お手ぶを貯めたりしながら過ごしたりとか、種ポケモンの厳選をしたいよっていうのであれば、エナジーを稼がない方がいいこともあったりするので、実はデメリットが激痛というわけでもないのかなとは思ってます。鍋拡張やホリデーのためにしっかりと夢のかけらを集めておきたいみたいな場合は、やらない方が無難ということになるかと思います。場合によってはね、最終日にリサーチを先にやってフィールドボーナスだけを移すみたいな折衷案もあるかなと思うので、そのお祭り感との天秤にかけて選んでみてください。木曜日の未発見寝顔に関しても、ナックラー狙いであればトープでも行うことができますし、まあね、ぐっすりはね、ピーちゃんも出現するので、アンバーで狙うなら実質ウトウト一択みたいなところがありそうです。で、パルはね、最速アンバー上陸するつもりでいるんですけれども、睡眠タイプを狙って遊んでいないので、メリットはほぼなしですまあ私に関してはね、動画投稿者だという点と、睡眠タイプを狙って遊んでいないからこそ、まあ毎日のボーナスサブレをアンバーの新ポケモンに上げられる可能性を少しでも高めるために行くみたいな感じになりますかね。あとはね、夢のかけら集めもそれなりに済んでいるので、メリットなくてもまあええかというスタンスなのも大きいと思います。そんな感じで、最速アンバーって基本的には効率のいい選択肢ではないんですけど、どうせね、キャンペーンの準備をしながらまったり過ごすのであれば、そんなに気にならないかなとも思うので、各々の状況に合わせて選んでみてください。そんなアンバー渓谷でした。では、ここからは若草本島に戻って順番にお話ししていきたいと思います。まずは通常の若草本島。若草の主な狙いは、アンバーキャンペーンやホリデーに向けたフィールドボーナス上げになるかなと思います。ホリデーの開催フィールド今のところわからないんですけれども、ハロウィンがね、若草と EX の限定開催だったので、ホリデーも同じ形式になる可能性があります。基本的には初心者の方の方が若草本島検討の余地があるかなとは思うんですけれども、寝顔の目標の追加によってフィールドボーナスの上限って引き上げられるかと思うので、初期勢も選択肢になりうるでしょうかね。まああんまりはならないかな結局ね、フィールドボーナスをどこまで持ったとしてもリサーチが下振れやすいっていう若草本島特有のデメリットはつきまとってしまうので、ホリデーで伝説ポケモンのお香を使うためにいち早く伝説ポケモンたちの星3寝顔のラインに載せたいとか、そういう場合に検討の余地があるかなといったところでしょうかね。また未発見寝顔集めに関しては、通常若草ポケモンの種類はめちゃくちゃ多いので、星3寝顔以外で寝顔を埋めたいポケモンがそれなりにいるっていう場合は結構力を貸してくれるかもしれませんね。ってことで、寝顔図鑑集めとフィールドボーナス上げが有効そうな若草本島でした。続いてシアンの砂浜。シアンの主な狙いはカモネギになるでしょうかね。あとゲットでおすすめなのはピンプクですね。先にお話しした通り、現在どうやらシアンぐっすりで大量に眠気パワーが余っている場合に最後に選ばれるポケモンとしてカモネギの星3寝顔が該当しているみたいです。すでにね、カモネギより眠気パワー消費の多いラグラージがシアンぐっすりには控えておりますので、カモネギをピンポイントで狙える数少ないチャンスになるかと思います。で、グッドスリープデーもあって眠気パワーもどっちり増やせるこのタイミング、火曜日や水曜日でもカモネギ星3開放ラインまでいけないこともないよなってことで、かなり好条件が整っているかなと思います。で、一番怖いのが次のアップデートで、水曜日のアップデートでラグラージが最終枠に置き換わってしまうこと。これまでってね、だいたい 3,4 ヶ月くらい経つと最終枠に入ってくるらしく、正直いつラグラージに変わってもおかしくない状況だろうなとは思います。ってことで、カモネギを探しつつも
ドキドキ怖い顔パンケーキでさらに存在感を増した卵を集めるピンプクも探したりとか、ウパーの飴を集めたりとかね、いくつかの目的を持って思案ぐっすりしてもらえたらなと思います。もしかすると一番の障壁はピーちゃんかもしれませんね。カモネギが最終枠じゃなくなってしまった場合は最速アンバーでお祭りしましょうかね。そんなシアンの砂浜でした。続いてトープ洞窟です。トープはナックラー系統が出現するためお祭り感もあるいい選択肢になりそうですね。ってことでトープの主な目的になりそうなのは木曜日からのナックラーたちですかね。木曜日の15時以降のリサーチではナックラーたちがぐっすりタイプで出現してくれる可能性がありますので、木曜日の寝顔未発見寝顔確率アップの恩恵も受けられそうですし、眠気パワー 1.5 倍の恩恵もしっかりと受けてね、リサーチ報酬に変えていくことができるので、リサーチの楽しみと報酬の楽しみとを両立したいいフィールドになるんじゃないかなと思います。おそらくね、ビブラーバ、フライゴンは必要眠気パワーが高いと思われるので、初心者で出会うのは結構困難かなと思います。なので、寝顔集めのためにナックラーたちを頼るっていうのはちょっと危険かもしれませんね。また、バランスの取れたフィールドである一方、ピックアップなしのナックラーにはそう簡単に出会うことはできないとも思うので、他の目的も持てるとなおベターかなと思います。ぐっすりタイプを狙っていくことになるかと思うので、他の狙いにはヨーギラスなんかが入ってくるんじゃないかなと思います。おそらくね、新レシピで大豆をもうありえんほど使うすごい料理が来るはずだと、そう信じてやみませんので石つぶて、ヨーギラス、そしてナックラーに大注目のトープ洞窟でした。続いて卯の花雪原。卯の花の主な狙いは氷ポケモンと卵ですかね。厳選においては卯の花雪原もかなりありなんじゃないかと思ってます。というのもホリデーにおいて氷タイプのポケモンが活躍しそうなことと、新環境の卵の立ち位置がもうはちゃめちゃにいいことが挙げられるかなと思います。これはね、特に無課金のリサーチャーに向けたお話になるんですけど、かぼちゃを使うパンケーキの登場によって卵、蜜、トマトを主軸とした料理が一気に使いやすくなるんじゃないかなと思ってます。具体的にはすき焼きカレー、リンゴさんサラダ、パンケーキですね。この全てに卵が必要になるので、卵の立ち位置がもうゴールドにおけるコーヒーみたいになっちゃってるんじゃないかなと思います。で、アンバー前のリサーチャーでも料理パワーアップ S レベル8の登場次第ではゴールド時点でもこの3レシピにアクセスできる可能性が生まれるので、卵の有無で今後の料理の進行ルートが変わると言っても過言ではないということに一旦しておきたいかなと思います。そのためね、特にかぼちゃの厳選がうまくいった方っていうのは卵を探しに卯の花雪原大真面目にありだと思ってます。一つ欠点というか、言うてもね、ホリデーで氷タイプそのものはピックアップされるだろうとは思うので、今急いで卵を確保したい方の選択肢って感じになるかなと思います。ぜひね、手持ちのポケモンたちに合わせて候補に入れてみてください。卯の花雪原でした。続いてラピスラズリコハン。ラピスの主な狙いはミニ竜縫い子グマになるんじゃないかなと思います。ミニ竜はね、アンバーでの活躍がそれはもう予想できますし、若草コーンにも新たなレシピが来るかもしれません。パルはね、若草ワカモレにコーンとアボカドが使われるんじゃないかなと思ってます。そうでなかったとしても、アンバーまでいければおそらく煉獄カレーをスキルなしで作れるようになるため、シンプルにハーブやコーンの立ち位置って上昇すると思います。そんなわけでね、ラピス限定のミニ竜たち、ぜひ今のうちにゲットしてアンバーに乗り込んでみてください。ラピスラズリコハンでした。続いてゴールド級発電所。ゴールドの主な狙いはバケッチャ、アゴジムシ、コリンクの厳選かなと思います。引き続きかぼちゃ厳選の選択肢プラスアルファっていう感じになるでしょうかね。バケッチャはね、グッドスリープデーでの星3寝顔狙いでちょっとだけ出会いやすい可能性もあるかなと思いますし、アゴジムシはアンバーで木の実一致の虫タイプってところで今後も活躍しそうだなと思います。
そしてコリンクはアンバーまでいければスキルレベル3の料理パワーアップ S でもトマトを活かせる目覚めるパワーシチューにアクセスできるようになるはずですし、リンゴさんサラダとパンケーキにもトマトを使うのでトマトの立ち位置も依然良好かなと思います。ただしね、ここでこれだけのレシピに使われているのでアボカドを使った最強レシピにはトマトが使われないということも考えられちゃうんですよね。若漏れが来るのであればトマトは使うはずと信じてやみませんが、ちょっと不安でもあります基本的にはゴールドはバケッチャ狙いの選択肢ってことで相変わらず良さそうですかね。ゴールド急発電所でした。最後は若草本島 EX。 若草 EX の主な狙いはホリデーに向けたフィールドボーナス上げと夢のかけら集めになるでしょうかね。アンバーにフィールドボーナスを移したいよっていう場合は EX チケットの分のスリープポイントを使ってもいいものかっていうのはご検討ください。こちらもね、通常若草同様ホリデーでイベント開催フィールドになる可能性がありますので、フィールドボーナスをちょっとでも上げておきたい場合は有力な選択肢となるでしょうか。今後ね、アンバーにこもることにもなりかねませんのでね、今のうちに上げておきたいというのもあるかなと思います。で、本当に効率よく立ち回るのであればアンバーキャンペーンの2週間以外は EX に行くっていうのもホリデーを最大限活用する一つの手になるのかなとは思いますね。その場合ね、新ポケモンの厳選をかなり我慢することにもなりかねないので、アンバーキャンペーンでとにかく新ポケをゲットしまくれる課金プレイヤー向きの選択肢っていう感じがちょっとします。EX はね、フィールドボーナスが上がっていない場合って他のフィールドよりも夢のかけらが稼ぎづらいフィールドとなってしまいますし、フィールドボーナスの上限も他のフィールドがね引き上げられているはずなので、今後はより戦略的に EX に向き合うことになるかもしれませんね。そんなちょっとね上級者向け味が増した若草 EX でした。当然フィールドざっくりね解説してみたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。かなり長くなりましたね。でも思いつく限りのことは大体言えたんじゃないかなと思います。そんなわけでね、この動画を作ってみて無課金的なおすすめをあげるのであれば、卵狙いの卯の花かかぼちゃ狙いのゴールドになりますかね。すごい堅実な選択肢って感じですね。でもね、なんとなくピンプクはアンバーでも出てくるよなと思ってますし、かぼちゃについても誰かしらは持ってくるよなというね、超楽観的な希望を抱いてはおりますので、アンバーに行っちゃうっていうのも楽しいんじゃないかなと思いますそんなわけでね、ぜひ皆さんが何狙いでどこのフィールドへ行くのかもコメントで教えていただけますと幸いです。アンバー追加のお祭りとアップデート楽しんでまいりましょう。それではね、最後に今回の動画を超ざっくりまとめて終わりたいと思います。来週木曜日、アンバー警告が追加されます。そしてレシピも4つ増えますし、トープでもナックラーが出現します。またアンバー追加に関するアップデートがおそらく水曜日に行われることと思いますし、多分明日か明後日アップデ告知が来ます。また火水木曜日はグッドスリープデーなので未発見ネガを集めにもお役立てください。そして基本はアンバー警告登場キャンペーンに向けて準備を進めることをお勧めいたします。また本編でね触れられなかったんですけど、かぼちゃ厳選が終わっているのであればパンケーキのレシピレベル上げとかもアンバー行く前にやってもいいかもしれませんね。かぼちゃの立ち位置がどうなるのかっていうのも含めて木曜日の15時楽しみにしておきましょう。私も頑張って動画作りたいなと思います。そんな来週どこ行くアンバー警告実装集全フィールド解説でした。ということでここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドやハイプ頂戴できますと動画制作の励みとなります。ちょっと今回もアップ遅くなってしまって申し訳なかったです。いつもね本当にたくさんの応援ありがとうございます。マジで力になってます。そういえばね、本日はハロウィンイベント最終日ということでリサーチの雨3倍デーとなります。お香を使おうと思っていた方、セットはお済みでしょうか。ぜひね動画見終わったらグッドボタンだけ押していただいてすぐさまお香をセットしに行っていただけたらなと思います。それではハロウィンイベント最終日、皆様に素敵な出会いがあり散らかすことを願っております。来週も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。